バリスタジオミュージックスクール音楽探検隊へようこそ。このチャンネルでは音楽制作や楽器演奏に関連した様々な情報をお届けしております。というわけで今回は自分の大好きなキーボーディスト、パッド・メセニーグループのメンバーとしても有名なライル・メイズの特徴的なサウンドカラーともいえるボイシングについて解説してみたいと思います。まず冒頭に聴いていただいたのは、今回ご紹介するライル・メイズの Close to Home という曲で、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーの1990年のアルバムヘリテージの中の9曲目に入っているインタールードのバージョンになっています。ライル・メイズのアルバムではキーが B フラットメジャーから F メジャーという流れになっていますが、このアースのバージョンは D になっています。このバージョンはビル・マイヤーズというキーボーディストのアレンジで、今回はこれを参考に同じく D メジャーキーで演奏してみました。そもそもタイトルにある55155ボイシングとあります。この551と聞きますと、皆さんはまずこちらを思い浮かべるのではないでしょうか。お土産に買って帰るときに新幹線の車内でめっちゃ匂って、あの人551買ってると一発でわかる例のやつ。今回の55155ボイシング、例えばルートを A で考えてみますと、まず左手の方はルート A。この A から5度上の音の E。さらに5度上の B。左手はこの構成になります。右手はこの B の半音上 C から5度上の G、さらに5度上の D。このように右手も左手も同じフォームで半音でつないでいるボイシング。このボイシングはですね、インターバル的に見ると、インターバルというのは音程差のことですが、下から5度、5度、1度、5度、5度という風になっているので、今回55155ボイシングという風に名付けてみました。構成音を考えてみると、ルートから5度、テンションナインス、マイナー3度、セブンス、テンションイレブンスという構成音になっています。つまり、マイナーセブンス、テンションナインスイレブンスというコードになります。このボイシングがクロストゥホームのどこで使われているかというと e マイナーセブンスのところになります。この e マイナーセブンスはダイアトニックコードのディグリーでいうと2マイナーセブンスになります。まずダイアトニックコードについてご説明すると、メジャースケール、例えば C でいうと C メジャースケールのド。このドリームファーストラッシュドのそれぞれをルートにしてそこから一つ飛ばしに重ねていったコード。C メジャーセブンス、D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、F メジャーセブンス、G ドミナントセブンス、A マイナーセブンス、B マイナーセブンフラット5。これをダイアトニックセブンスコードと言いますが、この C メジャーセブンスの一音一音をドレミで言うのではなく、数字で表したものがディグリーになります。なので、1メジャーセブンス、2マイナーセブンス、3マイナーセブンス、4マイナー、4メジャーセブンス、5セブンス、6マイナーセブンス、7マイナーセブンフラット5という言い方をします。今回は e マイナーセブンスはキーが D なので、e マイナーセブンスが2マイナーセブンスということになります。この55155ボイシングはマイナーセブンスで使えるボイシングになりますので、ダイアトニックコードの中では2マイナーセブンス、3マイナーセブンス、6マイナーセブンスになります。例えば、キーが C で言うと、D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、A マイナーセブンス。ちなみに e マイナーセブンスの場合は、ナインスの音が F シャープになります。F シャープは C メジャーセブンスのスケール内にない音なので、この音が少し違和感のある方は、この3マイナーセブンスに関しては使うのは避けた方がいいかもしれませんが、これが逆に心地よく感じたり、テンション感が気持ちよかったり、あるいは転調をするような雰囲気を逆に欲しい場合は、3マイナーセブンスに使っても問題ないと思います。あるいは、D マイナーセブンス、
E7th、フラット9thフラット 13th、Am7th。このように、使うこともできます。このボイシングは右手、左手ともに9度の音程差がありますので、コードとしていっぺんに弾くとなるとかなりストレッチが重要になってきます。もしかしたら物理的に手が開かなくて届かないという方もいらっしゃるかもしれませんね。今回のクロストゥーホームのように下から1音ずつ弾くというやり方。ペダルも使って弾けばストレッチは関係なく難なく弾けると思います。ただコードとしていっぺんに弾きたいけどストレッチが厳しいという場合の解決策としては、左手のルート、最低音を抜くというやり方があります。ベースの音になりますので、特にベーシストがいる場合には抜いても問題のない音になります。ルートの5度上から始まって5度1度5度5度という5155のボイシング。これで同じようなサウンドカラーを得ることができます。この55155ボイシングは以前の動画でも取り上げたドロップ2と同じくオープンボイシングになりますので、サウンド的にはオープンボイシング特有の温かくてかつ透明感のある響きになります。ただ、右手と左手のつなぎ目のところだけ半音で密集させていますので、ただのオープンボイシングにはならなく、独特の響き方が生まれてきます。これがライル・メイズ55155ボイシングサウンドの真骨頂になります。さて、このボイシングの使い方としては、先ほどもお伝えしたように、2m7、3m7、6m7 などで使えますが、ダイアトニックコード以外のコードで使えば、例えば、セカンダリードミナントに向けての2-5モーションなどでも使えます。キーが C の時に 5-7 of 4である C7th に向けての G-7th に、この55155ボイシングを使ってみると、このようになります。また、55155ボイシングは左手のみを半音下げることで別のコードになります。例えば Am7th で考えてみます。Am7th の左手のみを半音下げてみます。このコードは A フラットメジャー7th のテンション9th、シャープ 11th というコードになります。この半音の動きを利用して、半音下の A フラットメジャー7thから Am7th に解決する動きや、逆に Am7th から半音下の A フラットメジャー7thに解決する動きなどに使えます。例えば D-7th から Am7th に向かうパッシングコードとして A フラットメジャー7th を入れるパターン。あるいは G-7th から F メジャー7th に向かうパッシングコードとして F シャープメジャー7th を挟むパターン。このような使い方もできます。さて、というわけでいかがだったでしょうか。今回は自分が大好きな響きでいろいろなところで多用しているコードサウンド55155ボイシングについて解説いたしました。このチャンネルではこれからも音楽制作や楽器演奏に関連した様々な動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またその他にも耳コピでのお悩みや音楽理論、演奏方法についてのご質問などはぜひお気軽にコメント欄へ書き込んでください。またバリスタジオの LINE オフィシャルアカウントにご登録いただきますと個別相談も受け付けておりますので、概要欄のリンクからぜひご登録ください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。